2010年にガンプラ30周年記念企画としてスタートした RG シリーズ。小説、逆襲のシャア、ベルトーチハチルドレンの挿絵にあった排入ガンダムをキット化。このプラモデルを内部フレームの塗り分けと、ツヤとツヤ消しのコントラストをポイントに、バージョン過渡期カラーで制作。こんにちは、学びオタクです。この動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルは、プラモデル好きな私がスキルを磨いて、少しずつ、プラモデルが上手になっていけたらなという思いで、やっていますので、私の上達を生温かい目で見守っていただけたら、嬉しいです。早速ですが、今回は、RG、リアルグレードの排入ガンダムということで、今回のポイントは、内部フレームです。内部フレームをかっこよく塗り分けしてみようかなという、目的で作ってみました。インスタや YouTube の動画でも多くの方が内部フレームを塗装しているのを見て、かっこいいな、ちょっとやってみたいな、と思ったのがきっかけです。まずは仮組。RG シリーズは、個人的に内部フレームから組み立てるようにしていますが、今回の排入の内部フレーム、本当によく動くし、しっかりとしています。初期 RG のゼータガンダムの内部フレームは、ペラペラでしたよね。いつもの通り、内部フレームは光沢ギラギラにして、外装フレームは艶消し塗装し、コントラストをしっかりしたいなという思いでやってみました。内部フレームはいつものスターブライトアイアンで塗装。外装のホワイトは成型色のままの状態なので、はみ出た部分は薄め液を浸した綿棒で拭き取ったりしています。綺麗に拭き取れると気持ちいいですね。全体をスターブライトアイアンで、そして一部外装パーツの内側の方もなるべく綺麗に塗り分けをしてみました。もちろん見える部分のみです。そしてやってきました、マスキング地獄。実はかなり時間がかかりました。今回の反省点や課題は、私はマスキングが下手くそだということが明確になりました。ここではチタン感を出したかったのですが、普通のシルバーとあまり変わらない気がします。そして再びマスキング地獄。人は壁に直面しないと学ばないんですね。このキットのおかげでマスキングの正確さ、時短を学ばないといけないと実感しました。スーパーチタンの次はスーパーゴールド2でしっとりと大人なゴールドに。果たして綺麗に塗り分けできているのかわかりませんが、先ほどチタンを塗った上にさらにマスキングをしてポイントポイントにゴールドを塗り分けていきます。いかがでしょう？少しは綺麗に塗れてますか？この部分も軽くマスキングテープで塗り分け。こんな感じでゴールドの部分を塗り分けた後、さらにその上からマスキングしました。今度は青竹色を使います。これは日本海軍でゼロ戦などによく使われている色なんですけども、これはそもそも錆止めの染料だったそうです。今回はサイコフレームの表現ということで塗ってみました。あとはカラーリングとして単純に綺麗になるのではと思って採用しました。やっとここでベースのスターブライトアイアン含め4色の塗り分けを終えたので、マスキングを剥がしていきます。マスキングを剥がす瞬間が私にとっての一番のご褒美です。個人的には綺麗に塗り分けできたと思うのですが、実は細かく見ていくとはみ出したりだとか、色々やらかしています。なので、後で筆塗りで微調整させていただきました。この動画は、筆塗りで微修正した後になります。今回のポイントの一つ目の内部フレームの塗り分け、うまくいきましたでしょうか？これが、今の私のスキルの限界です。お気づきのように、このキットは、足が、特にふくらはぎ部分がいい感じなんです。なので、私の集中力は全て足に全部出てるなと感じます。ご覧の通り、上半身に行けば行くほど塗り分けが少なくなってます。そう、足の塗り分けで力尽きたんです。上半身にパンしたら、露骨にわかるのが恥ずかしいです。こちらの内部フレームのショート動画は、再生回数が半端なく、たくさんの方に見てもらえて、本当にありがたかったです。これからもスキルアップ頑張りますので、チャンネル登録してみてもらえると嬉しいです。ここから外装パーツです。今回はいろんなカラーリングをチェンジカラーというアプリを使ってイメージしてみました。チェンジカラーというアプリについては概要欄に記載しておきますね。いろいろ試した結果としてパープルに落ち着きました。パープル？
マスターグレードのバージョン化時と同じやん、ということで、リアルグレードのバージョン化時からということになりました。この段階では、すでにデカールを貼り終えています。ここで、動画編集の過程ですっ飛ばした部分を口頭で説明します。今回のデカールは、別売りの水転写デカールを使用しています。まず外装の全パーツはすべて光沢のある塗料で塗装しています。その理由は、艶消し塗料の後に水転写デカールを貼ると、後で剥がれるからです。艶消し塗料で塗った後を触れるとザラザラしていますよね。その上からデカールを貼ると、塗装面とデカールの面に空気が入っていて、密着しないから、だそうです。これ、知らなくて、昔本当によく失敗しました。その失敗を学びに変えて、しっかり光沢ある塗料の上から水転写デカール、そして墨入れをし、最後に艶消しスプレーをしています。艶消し塗料で塗装した場合には、一旦光沢のクリアを塗って、デカール、墨入れ、最後に今度は、艶消しのクリアでやると良いです。墨入れも、光沢のあるうちに水転写デカールと一緒に、作業しましょう。艶消しの後に墨入れすると、拭き取りが汚くなって、跡が残ったりします。光沢のある状態で墨入れすると流れも拭き取りも、非常にスムーズです。今回は、内部フレームの光沢と、外装パーツの艶消しのコントラストもポイントにしています。外装パーツは最後に、艶消しのクリアで、トップコートすることで、デカールの境界面が綺麗に消えて狙い通りになってくれました。この肩のパーツも狙い通りに、光沢部分が見えてくれます。このデカールと、ガンダムの目の部分は、もともとついていたデカールを使いました。にしても、このデュモントのピンセットは本当に使いやすいです。SNS である方におすすめされて使ってみましたが、このつかみがすごい。お値段張りますが、私、個人的には買って損はなかったです。ということで、今回の課題はマスキングです。動画編集のおかげで、一見綺麗に見えますが、やはり、今見ると、ところどころ雑だなと感じます。ほんと、プロのモデラーさんたちって、すごいですよね。本当に綺麗。私もいろんな方の動画を見ながら勉強してるんですが、やはり、まずは作ってみて、壁にぶち当たって、勉強して、今度はその学びを活かして、また作ってみる。その繰り返しですね。はい、そして武器なんですが、こちらは塗装などしていなかった頃は、本体が出来上がると武器に取り掛からない、本体だけできて、武器は作らず終了、なんてことも過去に多々ありました。なので、立ち組みしていた頃は先に、武器や付属品を作る、ということをしていました。最初の取り掛かりのモチベーションが高いうちに面倒くさい武器や付属品を先に作り終えるということをよくやっておりました。そうしないといつまで経っても完成しないんです。そして今回のキットで面倒なのはファンネル。数が多いので本気で乗り切ってください。そしてこのファンネルの部分に ABS が使われております。ABS 素材は強度があるので関節や動きの激しい部分によく使われていますが、今回はファンネルの部分に使われていますので、この ABS 素材だけは塗装しておりません。ABS は普通に塗装するとひび割れ部分から溶剤が染みてきて割れてしまう可能性があるからです。とはいえ、今回のキットの場合、ABS の部分は全く見えませんから、そもそも塗装の必要もありませんね。素材がプラなのか ABS なのかは説明書にきちんと明記されてますので、最初に必ずご確認ください。ということで完成に近づいてきました。こうして改めて完成した動画を確認してみると、バーニア部分の主張が結構ありますね。今回は塗り分けだけした感じですが、より細かく塗装したり細部を作り込むと、より映えるポイントになりそうですね。いつかこのバーニア部分も細部にこだわって作ってみると面白いかもしれません。個人的にはガンプラは大好きですが、ガンプラだけでなくプラモデル全般が好きなので、今後も作ったことがないものや難しそうなプラモデルなど果敢に挑戦していきたいと思います。なお、今回使ったツール類は概要欄に記載しておりますのでご確認ください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日は最後までご清聴いただきありがとうございました。